優れもん自動車用品のクゼです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、セパレート 2way スピーカー取り付け。今回は安くて高音質17センチセパレート 2way スピーカーを車に取り付けます。このスピーカーはおいくら万円なのだ？税込み価格13,860円よ。音質は価格の3倍以上だと思うわ。そうなの？名前はなんていうの？ブランド名はオーディオラボラトリア、商品名は AL1SQ よ。僕 AL1SQ の音を早く聞いてみたいのだ。後で音質比較の視聴があるわ。まずは現状のオーディオシステムの説明ね。わかったのだ。過去の動画でトヨタ純正スピーカーからカロッツェリア17センチコアキシャル 2way スピーカーに交換しました。スピーカーの背面、ドア、アウターパネルの裏側にレジェットレックスを貼りました。さらにレジェットレックスの上にレアルシルとディフュージョンを貼りました。どんな効果があるの？スピーカー背面の空気圧を整えて音質向上ね。プラスチックのインナーバッフルから MDF 製のインナーバッフルに交換しました。音がクリアーになって低音がよく出るようになりました。インナーバッフル材質の違いで音が変わるのだ。ドアインナーパネル、サービスホールにレジェットレックスを貼ってデッドニングしました。これがデッドニングなのだ。 JBL のスピーカーケーブルに引き直しました。太いスピーカーケーブルなのだ。スピーカーのフレームにA門の防音テープを貼りました。こんなパーツがあるとは知らなかったのだ。トヨタ純正 CD プレイヤーからハイエンドプレイヤーに交換しました。ケンウッドの KWD01 なのだ。ハイエンドプレイヤーの電源を強化しました。A門のバッチョクリレーキットなのだ。オーディオシステム完成しました。後日ドアサービスホールのレジェットレックスを剥がしました。なんで剥がしたの？デッドニングで音はすっきりしたけど音の広がりと響きが弱くなったから剥がしたのよ。そうなの？現状のオーディオシステムの場合は制振材を貼らない方がいいみたいね。わかったのだ。カロッツェリアコアキシャルスピーカー外します。しっかり密着しています。レアルシルとディフュージョンは水を吸い込まず撥水します。防音テープ剥がします。コアキシャルタイプはミッドウーハーの真ん中に高音のツイーターがついています。セパレート型はミッドウーハーとツイーターが別々になっています。低中音と高音に振り分けるクロスオーバーネットワークがついています。AL1SQ ミッドウーハー外径 165mm とカロッツェリア17センチサイズの比較です。スピーカー取り付け穴4箇所のサイズはほぼ同じです。右側カロッツェリア、左 AL1SQ。 AL1SQ の取り付け深さ 62mm。 AL1SQ 大きなマグネット、中央に貫通穴、フレームの形状と材質に違いがあります。カロッツェリアの17センチ用インナーバッフルにそのまま取り付けできるのか試してみます。ぴったり合いません。少し大きいようです。インナーバッフルを削ることにします。ドアガラスを下げます。ミッドウーハーのマグネットがドアガラスと接触しないか確認。ガラスと接触しません。取り付け可能と思います。ドアガラスを閉めておきます。インナーバッフル外します。インナーバッフル本体を点検。特に不具合はありませんでした。軽く削るだけでサイズが合いそうです。粗めの布ペーパーでインナーバッフル角部分を削り落とします。インナーバッフルにミッドウーハーを装着。ぴったり合いました。ラッカースプレーで MDF インナーバッフルの防水処理。ヒートガンで強制乾燥。
インナーバッフルをドアインナーパネルに取り付けました。スピーカーケーブルをミッドウーハーに接続します。スピーカー端子を下から押さえながらスピーカーケーブルを慎重に差し込みます。スピーカー端子を壊さないようにご注意ください。プラス端子マイナス端子きっちり接続できているか、外れてしまわないか確認。AL1SQ に付属の取り付けビスを使いました。4箇所の取り付けビスを均等に締めます。ドアガラスを少しずつ下げながらガラスとミッドウーハーのマグネットが接触しないか確認。次はクロスオーバーネットワークを取り付けます。ツイーターのレベル調整がついています。0とプラス2、2種類です。今回は0デシベルに設定しました。グローボックスドアスカッフプレートカウルサイドトリム外します。カウルサイドトリム内側に取り付けのスペースがありませんでした。センターパネル外します。グローボックス上側外します。フロントピラートリムを外します。ダッシュボード左端の内側にクロスオーバーネットワークを貼り付けます。ヘッドユニットから左ドアミッドウーハーにつながっているスピーカーケーブルニッパーでカットします。ヘッドユニット側スピーカーケーブルに端子をつけます。電光ペンチのワイヤーストリッパー部分で被覆を取ります。クワガタ端子を使うことにしました。クロスオーバー接続部分とクワガタ端子のサイズが合っているのか確認。問題ありません。スピーカーケーブルにクワガタ端子を装着して電光ペンチでかしめます。ヘッドユニット側ミッドウーハー側のクワガタ端子取り付け終わりました。インプットプラスマイナスヘッドユニット左フロントスピーカー出力と接続します。ミッドウーハーのプラスマイナス接続しました。ワイドバンドツイーターのケーブルに端子を取り付けます。ツイーターのケーブル長さ約26センチ。オーディオテクニカのスピーカーケーブルを接続してケーブル長さを延長します。矢印の先がツイーター側です。ケーブルの被覆を取ります。内部の糸カットします。赤と白線の被覆を取ります。赤色がプラスギボシ端子のメス側取り付けます。白色がマイナスギボシ端子のオス側取り付けます。ツイーターのケーブルクロスオーバーネットワーク側クワガタ端子を取り付け、ツイーターにピラーなど埋め込み用のマウントが装着されています。埋め込み用のマウントを取り外し置き型のマウントに変更しました。ツイーターのケーブルにギボシ端子を取り付けました。文字の書いてある方をプラス側にしました。オーディオテクニカのケーブルと接続。クロスオーバーネットワークのツイータープラスマイナスに接続しました。パーツクリーナーでダッシュボード内側を脱脂します。クロスオーバーネットワークの裏側も脱脂します。超強力両面テープをダッシュボードの内側に貼ります。クロスオーバーネットワークも両面テープを貼りました。クロスオーバーネットワークきっちり固定できました。右ドアカロッツェリア17センチから AL1S 級ミッドウーハーに取り替え、右側クロスオーバーネットワークはフロントピラーインナーパネルに貼り付けました。左右のツイーターを仮付けして取り付け位置角度の調整をします。フロントガラス全体に音が広がり臨場感が出るように角度と位置調整しました。車内用超強力両面テープとコンパスカッターです。
両面テープをコンパスカッターで丸く切り抜きます。ダッシュボードとツイーターマウントを脱脂します。ツイーターをしっかり固定しました。ツイーターのケーブルはダッシュボードの内側に入っています。リニア PCM レコーダーで録音します。カロッツェリアコアキシャル17センチと AL1SQ の音質比較です。AL1SQ は車内がコンサートホールみたいになるのだ。音の輪郭がくっきり立体的で奥行きが出ているのだ。ミッドウーハーの低中音がダッシュのツイーターに引っ張られてフロントガラスに音情が広がっているので、セパレートタイプのメリットなのだ。 AL1SQ の特徴はツイーターがワイドレンジになっていることね。ワイドレンジ2ウェイスピーカーは低中音のミッドウーハーと高音のツイーターに役割分担しているのよ。それは知っているのだ。ワイドレンジツイーターは一般的なツイーターより広い帯域を鳴らしているのよ。どういうこと？ツイーターの中音の量が増やせるので、目の前で演奏しているような臨場感が得られるわね。そうなの？もう一つはミッドウーハーが受け持つ中高音の入力信号を限りなく少なくして歯切れの良い豊かな低音を実現しているのよ。とても興味深い内容なのだ。あとドアスピーカーの受け持つ中音の量が少なく、主に低音を鳴らしているので車外への音漏れが軽減されるメリットもあるわね。よくわかったのだ。次は外部アンプを取り付けます。小さな巨人と呼ばれたファスの AP225、 20年以上前の古いアンプです。グローボックスの奥側をカットしました。上側のグローボックス内にアンプが収まりそうです。アンプと ETC を取り付けます。電源ケーブルやスピーカーケーブルの接続部分を奥側にしました。上側グローボックスの取り付け部分にエアバッグがあります。アンプやケーブルと干渉しないように取り付けます。アンプの電源ケーブルをバッテリーから直接引きました。赤い線がアンプの電源、黄色線はヘッドユニットのバッチョクです。RCA 端子がグローボックスの蓋と干渉してしまうので、高さの低い L 型端子を使っています。蓋の裏側の一部もカットしています。小さな巨人アンプ取り付けできました。問題なく蓋も閉まります。ヘッドユニットの内蔵アンプと外部アンプの音質比較です。
さな巨人アンプで重心が下がり濃い音になったのだ。外部アンプに変更してスピーカーの駆動力が上がり、ドアの内張りからビビリ音が出ているわね。デッドニングした方がいいの？そうね、ドアに制振剤を貼った方がいいかもしれないわね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。